こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、苦節4ヶ月半、ついにリスポーン拠点が名実ともにリスポーン拠点になりました。それ前回のプレイの中で一番どうでもいい話よね。予定通りに今からこの地図のバイオームを調べに行ってきます。というわけでデバッグ画面全開です。さてまず拠点近くの山岳バイオームを、品質度の高いバイオームは早めに潰してしまいます。この山岳は海に面しているので石海岸まであっさりでしょう。で、山岳プラスの方は微妙に点在している木の周辺に生成されているはず。随分狭そうなバイオームね。山岳プラスといえば、突然変異の山岳プラス M を探すのに昔苦労した覚えがあります。で、M といえばマゾよね。個人的にはミュータント説を推してます。さてこれで山岳3点セットが揃いました。次は湿地に向かいます。で、プレイ中は湿地の近くで砂浜を見つけてしめしめと思ったのですが、調べてみたら前回発見済みでした。3歩歩くと忘れるものね。そこまでひどくないです。さて昔、確かこの湿地のどこかでウィッチの小屋を見かけたはずですが、怖がっていたものは覚えているのね。無事に見つけました。あ、また植木鉢泥棒するの？生成された資源の有効活用です。まあ今回は闇雲に集めるのではなく、地下で咲いていた花を植えるという立派な目的があるんです。そういえば放置してたわね。さて、一つ目の突然変異バイオームです。まあひまわり草原は見つけやすいわね。見た目でわかるのはありがたいです。で、隣接しているバイオームが突然変異か調べ始めますが、これが結構きつい作業だったりします。とまあその前に草原ゲットです。ゲットというならきちんと持って帰りなさいよね。一応砂利山を見つけたっぽいです。でも砂利山はトンネルがあった場所にもありました。トンネルだけは記憶が鮮明なんだ。さて結局この辺にはひまわりと砂利山しかなく、次にどこ探索するか迷います。なおこの地図にジャングルやメガタイガがないことがわかっているので、お目当てはほぼ突然変異だけです。まともに全探索すると2時間はかかるものね。牛にため息つかれたので、手抜きでスルーするか迷った北東の方面に足を伸ばしてみました。まあ屋根状の森がこれで、湿地？どう見てもダークオークだけど。えらくはみ出してしまってますが、でもこの辺に屋根状の森はあるはず、ありました。はやこれで、品質度の高い普通のバイオームは残るは大河2種類だけです。一応北東に寄った甲斐あったかしら。屋根状の森だけだと微妙なのですが、なんとこちらにも突然変異がありました。いい判断だったようです。牛のおかげね。今まで金星の食事を貫いた甲斐がありました。皮ゲットするために殺戮したじゃないの。さらに2分ほどさまよったところで屋根状の森 M も発見です。調子いいわね。さて北東を後にしてなんかしています。ここでタイガを。その少し先でタイガ丘陵を見つけました。これで上御用の普通のバイオームはコンプです。さてここで状況を整理しますと、上御用の品質バイオームの突然変異は残り5つです。この中できついのは山岳プラスマゾかしらね。マゾじゃないです。まあプラス M は早めに見つかると山岳を探索しないで良くなるので助かります。さて、記憶に残っていたトンネルのある砂利山を見つけました。ここでは残念ながら新たな突然変異は見つからなかったのですが、でもせっかく来たのでやることは一つです。またわざわざくぐるのね。まあトンネルですからそれはそれ、これはこれ理論が適用できるんです。昔くぐった時はエンチャント装備が不十分だったんですよね。今はもう完備してて怖いものなんてありません。あえて言うなら3体以上のクリーパーの群れくらいです。多いです。向こうにもいっぱいいたわね。
まあ、まとめて襲われなければなんということは、遠くから弓で仕留めてしまえばいいわけです。まず2体目。3体目。十分弓引かないと一撃では無理ですか。二撃でも無理のようね。なんでトンネルくぐるのにこんな苦労しないとっても。そもそもなんでくぐりたいのよ。さてバイオーム探しの続きですが、残りはこの地図では乾燥気候だけです。サバンナの2種類はこれで踏破。標高高い場所は見つかってないので突然変異の方はこの地図にはありません。そして普通の砂漠と、この砂漠は丘陵っぽい丘陵が見当たらなかったのですが、あの小山がもしかしたらと思ったら、これが案の定ということで、乾燥気候の普通のバイオーム4種類もコンプしました。ひとまずこの地図で見つかったのはこれで全部です。地図1枚だけの割には揃ったわね。しかもですが、2枚目の地図ではすでに樹氷表現を見つけているんです。どうもこの企画ではバイオームに恵まれている感じがします。さてリスポーン拠点の上に戻ってきました。宿じゃなかったの？まあ久々の探索で少々疲れました。地下に戻ります。ちなみに念のため申し上げておきますが、バイオームコンプの目標は断念する可能性があります。運が悪かったらダイヤ1万集める方が早いくらいでしょうから。部をわきまえているのね。さて拠点に戻ってエンチャントのお時間です。まずはいいのがなかったので本のコレクションを増やして、次は、射撃ダメージ増加を5に引き上げるため、4を取っておきました。さっきのクリーパーで焦っていたものね。やはり強力であるに越したことはないようです。さて次のエンチャントですが、2番目に出てきたトゲの鎧は今まで意識していませんでした。防御が強くなるわけではないものね。まあ気になって取ってしまいましたが、後でウィキで調べたらレベル3まであることが分かって少し後悔です。で、精錬の経験値を取ればもう1回エンチャントできるのですが、来ました、無限です。一体何個集めるのよ。無限コレクターの道には終わりがありません。無限なだけに。でも、実際には耐久ゲージあるから無限詐欺なのよね。さて手持ちと一緒に無限を並べると、5つまで増えました。いい感じです。今後無限エンチャント売ってる村人見つけたら在庫尽きるまで買い占めなさいよね。いやそれは邪道なんです。さて、コスト4でトゲの鎧案を付与し、コスト8で射撃ダメージ増加を5に引き上げ、あとは4本の破損寸前の採掘用ツルハシの修理が残っています。その途中で金床がぶち壊れました。酷使しているものね。さて、精錬経験値まで使ってこれで全部修理完了。心機一転ですね。つまり、ダイヤ掘りに行くのね。当然です。でもその前に、今回の地上探索成果である植木鉢で花を飾ってしまいます。本棚の上に飾っても、エンチャントテーブルはレベル30まで効いてますね。これでよし。あと、上位の金リンゴは12個になりました。さてでは早速、次は55周目です。ちなみにあと215個入手すればダイヤが2000個に達します。まあ特にめぼしいことはなく55周目が完了。若干ダイヤの伸びが物足りなかったです。金がえらく減っているわね。地上探索中に尽きたら死活問題になることに気づいたので、金の人参を目いっぱい作ったんです。さて続いて56周目を掘り始めて10分少々。いつものように地下峡谷の安全対策してたら、ふとあの横穴が気になりました。縦に長いわね。あれも地下峡谷かしら。まあ普段はあまり寄り道する気になれない私ですが、これは寄り道する気になれました。
どうやら地下峡谷で間違いないようです。まあ、雲が寄ってきたので戦略的撤退でここまでで。慌てなくてもここ入ってこれないわよ。うわぁ。そういえば射撃ダメージ5の威力ですが、無事に試す機会に出くわしました。というよりまだ塞ぎ切る前に通路に侵入されたわね。結果としては、威力はよくわかりません。弓を引き切る余裕なかったわね。ちなみにこの直後、通りがかりのエンダーマンにも出くわしました。大慌てで剣を構えたのですが、まあ見ての通りでただの通行人 A でした。ベテランね。慣れてないとついカメラを意識しちゃうのよね。その40秒後、頭では無害だとわかっているのですが、夏の風物詩ね。さて56周目終了です。ダイヤは2000個まであと76、というところまで迫りました。あと1周で集まるか微妙ね。さて拠点に戻ってアイテム整理などしているところですが、精錬待ち時間がちょっとあります。経験値30まで溜まってないから時間が余るのね。そこで今のうちにネザーにトンボ返りすることにしました。ほんとトンボ返りね。さて今回はこんなところです。地上探索用に金の人参をさらに量産しましたが、ダイヤ2000個達成も間近なので、多分次回はまた地上探索とブランチマイニングの両方をこなすと思います。2000個でやっと2割、100点満点で言ったら20点ね。点数で評価するのはいかがなものでしょうか。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。